この後雨が降ったりするとちょっと病気が入りやすかったりとかで、一応そういうリスクもあるんですが、皆さんこんにちは。トゥリー&ノーフの徳本です。井川です。今日はですね、ここにあります、その中古作業の機械ですね、の比較検証したいと思うんですが、僕たちは今年から水田を主力にやってるんですが、転作田で、小豆を栽培してます。あと畑もまだ結構持ってるので、合計で今年は約10ヘクタールの小豆の生産をしてるんですが、当然その小豆の中古作業というのはとても大切な作業になります。なので今回はですね、ここにあるこのディスクカルチと、このロータリーカルチですね。これの機械の実際の比較検証をこの小豆の補助でやってみたいと思います。まず最初にこのディスクカルチの方の説明をしたいと思います。これはですね、小橋の DC201 というモデルです。で、基本的には2連の仕様になっています。なので、かなり小型のトラクターでもですね、装着できるという特徴があります。で、もディスクカルチという、その名の通り、基本的にはこういう形でディスクが配置されていて、それでその、上間の土を耕して、起こしていくという機械です。で、前にディスクが2枚あって、真ん中にこのチゼルという、こういう爪ですね。爪が3本あります。で、最後この後ろに花形ディスクが、ついているという形になっていて、それぞれね、これも角度、全部、深さがそれぞれ独立して、調整することができます。で、役割としてこの後ろの花形ディスクっていうのは、ここをですね、ぐーっと角度かなり変えることができるので、これをしっかりこう外側に向けてやると、株元にしっかりバイドができると。で、最初に、例えばそのバイドしないっていう場合、その上間だけですね、軽く起こしたいっていう場合は、今度はこれを逆ハの字にして、走ることによって上間だけ一応起こすことという形になっています。ご覧のようにこれ PTO 繋がってないんですけど、基本的には PTO を使わずに、トラクターの牽引するスピードだけで土を起こしていくので、非常にその作業スピードが速いっていうことと、燃費が非常にいいと。そういうような特徴があります。で、続いてこちらのロータリーカルチですが、これがニプロの RM212 というモデルで、かなりこれ一般的に普及しているモデルだと思います。2連の、ロータリー構造のカルチがついていて、中古作業していくという形になっています。こちらもロータリーなんで PTO から駆動を使ってですね、それぞれ独立して、このロータリーの刃を動かしていくと。で、ここのバイド板で土の飛び具合を調整したりできますし、それぞれ独立してこの深さも調整できるっていうような形になってますね。これは逆転ロータリーもついてるんで、本当に低速で丁寧に土を上げたい時なんかは逆転ロータリーで、作業する場合もありますが、そういうこともありますし、あと今回はついてないんですが、ここにバイド板といって土を寄せる、オプションをつけることによって、中古した後にしっかりとこう、株間に土を寄せてバイドするということもできます。まず最初にですね、それぞれ2台を同時に走らせて作業してみたいと思います。で、決定的な違いはもう作業スピードの違いですので、まずはその様子を見ていただければと思います。さあ、というわけで2台同時にいざスタートいたしました。もう見る間にご覧ください。ディスクカルチが先頭を突っ走るという状況になってしまいました。で、ディスクカルチの方がメーカー推奨で約速度が4キロから6キロということでね、今回は時速約6キロでスピードでやっています。さあ、これどこの辺をおーいっていう感じですね。で、はるか後方からですね、ロータリーカルチをやってきてますが、メーカー推奨の速度が約 0.8 キロから 1.5 キロということで、今回は約1キロの速度でこのロータリーカルチの中古作業をやってるわけですが、実際にやっぱ6倍近く速度が違うと、これぐらい違うということですね。かなり、ロータリーカルチですね、ご覧のようにですね、かなりこう土をかなりこう持ち上げるなど、土ぼこりもかなりこのように乾燥しているとね、待っているという状況ですね。
はい、それでこちらがディスクカルチの実際の作業の様子を近くで見ていただいてますが、土をバーッと飛ばすんではなくて、どっちかといえば土をこうぐーっと滑らかに動かして、ほら止まりましたね。ご覧いただくようにこう土がですね、こう綺麗にこう流れていきながらこう寄せていくっていうような形ですよね。全くやっぱりその作業スピードが違うんですが、このスピードがあるのでこう土が流れるようにディスクに沿ってこう中耕して寄せていくというような作業になっています。ロータリーカルチの作業の様子を見ていただいています。ロータリーを高速で回転させて土をこのように中耕してやっていくわけですが、本来この作業はもう少しね、小豆がやっぱり大きくなってから行う作業なので、若干今回はちょっとまだ小豆が小さいかなという感じなんですが、そのイメージとしてはこういう感じで見ていただけると思います。はい、先ほどですね、ディスクカルチで中耕した畝のこれが様子ですね。上間の耕されて、さらにこう土がこの株元によっているということです。で、株元にこう土を寄せることによって、この株間の草ですね。ここ少し出てますけど、こういったところに草がかかって、株間の草も抑えられるっていうのと、しっかりこの木をしっかり支えるという、バイブの効果があります。で、当然中耕というのはご存知のより、耕すことによって、空気が入りやすくなるので、生育自体も元気になる。はい。で、こちらがロータリーカルチで中耕作業した後の様子ですね。で、同じように、この乗馬も綺麗に中耕できて、土も寄ってます。さっきのよりバイド板をつければさらにこうグッと土が寄ってこう転圧できるわけですが、こういう形で株間にもしっかり土が寄ってると。ただロータリーの場合はですね、こうかなり土が舞うんですね。でどうしてもこういう風に葉っぱに土のこう粒子がついたり、この後雨が降ったりするとちょっと病気が入りやすかったりとかで、一応そういうリスクもあるんですが、作業自体は仕上がりとしてはほぼ同じようにできるという感じです。はい、というわけで今日はですね、我々の小豆補助で、このディスクカルチとロータリーカルチを使ったそれぞれの中耕作業の様子を見ていただきました。動画ご覧いただいたより、全然その土の動きとかね、違いますよね。あとはやっぱり作業スピードの違いが明確にやっぱり比較することに出たと思います。丁寧に仕上げるんであれば、やっぱロータリーの方が丁寧だなとは思いますし、乗馬をしっかりこう起こしたい時なんかこっちの方がいい仕事をするんですが、ある程度のやっぱり生産規模になると、どうしてもこの作業スピード、すごく重要になってくるので、やっぱり中古っていうのは本当にそのタイミングですよね。入るタイミングに適正な処理をするっていうことによって効果が変わってくるので、我々にとってはこのディスクのこのスピードっていうのも捨てがたいな。去年はロータリーの方を使ってやってたんですけど、結局雨が降ったりなんかして、補助に入れないことが多々あったりすることあったんですが、こっちだったら割と作業スピードがね、全然速いんで、適を逃さずに中古できたかなっていう点で言えば、やっぱりこちらの方が私的にはおすすめかなと思います。価格はほぼ同じぐらいでメーターさんから出てますので、皆さんもそれぞれ参考にしていただければと思います。それではまた次回お会いしましょう。